皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新たに戦争が起こる危険性が高まっています。インド・パキスタンにおける非常にきな臭い状態について解説していこうと思います。インドとパキスタンの間においては、これまで過去何度か戦争もありましたし、武力衝突についても何度となく繰り返されてきました。その際、最も多くの戦闘の場所となったのは、インド、パキスタン双方が領有権を主張するカシミール地方です。そのカシミール地方をめぐって今、インド、パキスタンが4日間連続で銃撃戦が発生しており、パキスタン側はインド軍が本格的な軍事作戦を行う危険性があることを述べています。それではまずは場所の確認からしておきましょう。インド・パキスタン双方にとって北部、カシミール州パハルガムという場所でテロ事件が発生しました。赤いマークをつけた場所です。パハルガムは、この地方では非常に有名な観光地だったらしく、多くのインド人が訪れていました。そこにテロ攻撃があり、観光客らを中心として26人が亡くなりました。被害者はインド人のヒンドゥー教徒らで、犯人らはパキスタン関連の武装勢力の一派だとされています。インド側は犯人はパキスタン人とカシミール州出身者によって構成されており、犯人たちに対して強い報復を示唆しました。そして、インドのモディ首相はそれだけではなく、これらのテロを実行した組織には黒幕がいるとみて支援している国としてパキスタンを非常に攻撃的に批判を行っています。パキスタン政府側は犯行を行ったのは武装勢力のテロリストであり、パキスタン政府が支援しているわけではないと反対しました。一方で、インド政府はパキスタンに対して批判だけではなく、もう一つ大きな動きを見せています。それが、インダス川の水の配分を決めた協定をこれを停止し、いずれは水の流れそのものを大きく変えて、パキスタンに流入する水を大きく減少させる可能性があることを述べています。この水の配分を決めた協定については、パキスタン政府、インド政府双方の合意のもとによって成立したものですが、今回の件をもってインド政府はもはや協定は効果はなさないものだと話し始めています。パキスタンにとってインダス川の水はその下流地域における飲み水や農業用水など様々な点で国を支えているものであり、非常に強い反発を持っています。そして双方ともに国境近くにある程度の部隊を展開しているとみられ、ここ数日は小規模な銃撃戦が4日間続いていました。その上、パキスタン政府側からは、さらなる軍事行動の可能性についても言及されています。CNN は、インドが36時間以内に攻撃、信頼できる情報とパキスタン情報省が主張していることを伝えています。パキスタンのタラル情報省は、インドが今後24時間から36時間以内にパキスタンに対して軍事行動を起こす意図があるという信頼できる情報をパキスタンは持っていると述べた。インド北部カシミール地方のパハルガム近郊で武装集団が観光客に発砲して26人が死亡する事件が起きており、緊張が高まっていた。この事件をめぐりインドはパキスタンが関与したと非難しているが、パキスタン側は関与を否定している。パキスタンは事件について中立的な調査を提案している。今回のインドとパキスタンの間における軍事的な緊張の高まりは、ここ数日以内に戦争へと発展するのかどうかという問題と、たとえ今この時期において戦闘に発展しなかったとしても、将来的にはやはり戦争が避けられないかもしれないという2つの問題が同時進行しています。ここ数日の間にインド軍が動く可能性があるというのは、それこそインド国内においてパキスタンに対する国民感情が非常に悪化しており、インド政府が攻撃を命じたとしても、国民が大いにこれを支持するだろうという背景があります。カシミール州法バハルガムにおけるインド人観光客26名の殺害に関しては、襲ったのはおそらくはイスラム教徒であり、そして殺された26名のうち25人はヒンドゥー教徒だと言われています。殺害時においては、襲撃犯がコーランの一節を言えるかどうかを確認したという話なども流れています。しかし、非常に突発的なこうしたテロ事件を発端として大規模な軍事活動を起こすには、やはりどちらにおいても準備不足でしょう。しかし現在の状況下からすると、モディ首相の決断一つでインド軍が攻撃に出る可能性は十分あります。そこでインドとパキスタンの基礎知識からおさらいしておきましょう。まず第一にインドとパキスタンは双方ともに核兵器を保有している国です。
保有している核弾頭は、かなり両国似たようなもので170発前後だと言われています。違いとしては、インド側には海軍艦艇に搭載しているものがあるのに対して、パキスタン側は全て地上配備のものだと言われています。その他、通常戦力の比較としては、陸軍の規模で言えば、パキスタン1に対してインド側は2だと言われていますが、実際の動員力は人口ではるかに上回るインドの方が圧倒的なものがあります。また、そもそもの国力という面においても、経済規模で言えば、パキスタン1に対してインドは11倍程度あり、長期的な本格的な戦争に発展した場合においては、パキスタンは非常に苦戦することでしょう。ただし、この地域特有の問題といったものもあります。インドはどこかの国と同盟を組まない地域大国として独立志向が非常に強い国です。そのため、敵の敵は味方みたいな形での外交関係を築くことが多いです。例えば今回の場合であれば、インドの直接的な仮想敵国としてあるのは、北に中国があります。中国との間には国境紛争といったものもあり、時々どつき合いで兵士が亡くなることもあります。国境周辺における領有権争いでは、現場の兵士の中においては、銃器を使うなという暗黙の了解があり、本当に殴り合いをすることがあるのです。それはそれとして、今回の一件で言えば、インドとパキスタンが対立するというのであれば、その対立構図の中から中国側はパキスタン側を支援する可能性があります。一方でインドに対しては、アメリカが支援する可能性があります。つい最近もバンス副大統領がインドに訪れて、もうインドは非常に素晴らしい国だという大絶賛をして、アメリカはインドと友好関係をより深めたいといったことを表明していきました。そのように周りの国々を巻き込むという意味では外交に時間をかける可能性もあります。そしてそのような場合においてパキスタンにとっては大きな問題が立ちはだかることとなります。それが水をめぐっての戦いへと発展する危険性です。地図をご紹介してインダス川の水の話をしましたが、これはパキスタンという国にとっての命を握る可能性があります。従来、インダス川の水がパキスタンへとも流れていったわけですが、この流れそのものを工事を行って水量を大幅に減らす可能性があります。上流地域においてダムを建設し、インドで水を利用するんだというような姿勢を強く打ち出せば、それに伴ってパキスタンは干上がってしまう危険性があるわけです。そのようなことが起こらないように、インダス川流域地域において、パキスタンは何としてでもここを抑えなければならないというふうに考える可能性があるわけです。そのような方向へと持っていくかもしれないというのが、インド側の水の協定を破棄しようという話です。ですから短期的にインド側から攻撃することによってその報復を招くのではなく、水の協定を破棄することによってパキスタン側から攻撃させるように仕向けるといった戦争の種が今まかれようとしているわけです。自分たちが攻撃するよりも相手側が攻撃してきたんだという方が圧倒的に国際関係上においては外交を有利に進めることができます。モディ首相はもしかしたら短期的な攻撃ではなく、相手に攻撃させるための外交を今展開している可能性があります。どちらの方が本命なのかについては、モディ首相の心の中はわかりませんから、様子を見ていかなければなりません。どちらにしても、インドが戦争に備えるようなことを行えば、たとえパキスタン側が先制攻撃したとしても、これを押し返して、現在領有権を双方が主張しているカシミール州を完全にインドが制圧する。そのような長期プランにモディ首相が取り組む可能性があります。そうした意味では、今だけの軍事的緊張の高まりなのか、それとも、この後、パキスタンを完全に押し込むための準備にかかるのか、この地域における戦争の可能性は、テロ事件の発生を一つきっかけとして大いに高まったと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひともこの機会に他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用も検討してください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。